おはようございます。おはようございます。今日はちょっと変わったとこにいますね。はい。ちなみにこの施設はこちらです。はい、ペイントマックスということで、今日は何の動画でしょうか？いつもオートバイはいの動画を撮っているんですけど、はい、別部門で塗装工場をオープンしたので、はい、そちらの紹介を少し。ああ、なるほど。はい、じゃあここ現地へやってきたわけですね。はい、ちなみにオートバイっていうキーワードが出ましたけど、我々オールドマックスっていうのはヴィンテージハーレー屋さんですね。ああ、なるほど。じゃあ普段はヴィンテージハーレーの動画をアップしてるチャンネルですけど、はい、ちょっと別部門ですね。はい、よかったら皆さんこの後見ていってください。はい、お願いします。じゃあ行ってみましょう。ここははい、静岡県掛川市、国道1号線沿いの3車線片側3車線の国一ですね。はい、この沿いにある大きい、はい、トラックとかバスもできるように。ちょっと看板をズームでじゃあこの看板が目印ということで、目印で、はい、夜はネオン管が光りますんで、はい、あれですか、オールドマックスのアメリカンな雰囲気がこっちにも若干趣味を入れちゃいましたね。趣味を入れ仕事としてはね、普通の乗用車軽とかからずっと大きいの大型トラックバスまでできる広さになってるんで、はい、工場が塗装のブースのレーンが2レーン2レーンとデジタルペイントするところのレーンが1レーン、はい、計3台ができる作業工場になってます。はい、デジタルペイントとはちょっとあんまり聞きなじみのないあれですね、言葉が出てきましたけど、今日はじゃあその辺の説明も入ってるということで、はい、ちょっとじゃあ建物の方行ってみましょうか。はい、ここがデジタルペイント。はい、このフレームみたいなのがこれがデジタルペイントする機械ですね。はいはいはい、一応ここのね入り口、はい、入ってきてトレーラーまで大型のトレーラーまで入って、はい、シャッターを開ければ、はい、トレーラーのヘッドがあっちへ出て全体を印刷できるような寸法になってますね。はいはいはい、デジタルペイントはこうした絵を印刷、これ全部そうなんですか？これ全部やりましたね。この辺詳しい担当がいるんで紹介します。直人です。直人、スタッフの直人ですね。こんにちは。こんにちは。直人はでも実はオールドマックスのバイクのチャンネルでちょっと出てることありますよね。そうですね。輸入の動画とかで力仕事ちょっと手伝ったり実はしてたわけですけど、この部屋は何ですか？ここは事務所です。事務所。本当はじゃあ今ボスと入ってきたのは車の入り口で、人間はこっちの小さい扉から入れるということですね。じゃあちょっと早速ですけど、直人にはデジタルプリンターの説明をちょっとしてもらおうかなと思うんで、はい、こっちにお願いします。ちょっと国道端で車の音がうるさいんで、直人これを閉めてもらってもいいですか？はい、じゃあとりあえずそのデジタルプリントとかオートボディプリンターとか、あと全塗装塗装の言葉とかいくつかキーワードがここまで出てきたんですけど、このオートボディプリンター、塗装とは何が違うんですか？塗装と違うのは普通のプリンターと普通になんていうんですかね、プリンターですもん。簡単に言うと紙を吸ったりするプリンターと同じ構造ですねの車バージョン。ってことはそれは色をつけるのはインクみたいな感じ？インクジェット方式で、はい、CMYK4 色使って色を作って車に直接吹き付けて写真だったりデザインだったりをプリントしていく機械です。はいはいはい。ボスに質問ですけど、写真とかっていうのは塗装とかではやっぱ無理なこと？
絵心があればエアブラシっていう方法はあるけど、まあでも限界があるよね。トラック一面とかっていうのはエアブラシでそうですね、すごいね、いつまでも終わらないですね。それ金額もいっちゃうしね。どんな動きするかできます？ウィーンみたいな。動かします。はい、お願いします。これが今じゃあ左右に1往復手動でさせたような感じなんですかね、はい、これ塗装するよりも基本早いんですか？比較にならんっていうか、塗装するって放っておけば、はい、無人でできるっていうところでは、まあ人の手からすると早いっていうことなのかな。そうですね。0時間みたいな風にも言えるっていうことですね。すごい機械ですね。これそんなにあれですか、導入してるとこは多くないよ。これはね、少ないよね。少ないです、ね、一応ここは静岡県で、はい、東部中部に23社あって、それ以外はない。だから僕らは西部から中部にかけてと、あと愛知県の一部までないんだよね。そうですね、豊橋とかはなかったような気がします、はいはい、そうするとやっぱそこが守備範囲かなと、はい、じゃあ今までその今言った場所まで行かないといけないなっていうことだった方はぜひうちを知っていただければちょっと近くなるかもしれないですね。そうですね。塗るにあたってはなんかその工程的な必要な工程みたいのはどんな？まずデータを作る。データができたら、はい、これで言うと、はい、このボディのデータを取んなきゃいけないんで、平らだったら123点ぐらいでいいかな。で3列ぐらい上から取って、はい、そしたらもう車のボディのデータはそれで終わりなんで、開始位置だけ決めてパソコンでボタンを押せばもうプリントが開始されて、あとは無人で、はい、車の塗装の場合は車側の下処理ってどんなことするんですか？車の下処理、全塗装で言うならば、はい、古い塗装をサンディングって言って、まあ削って塗装が絡むように足をつけて、それでまあ傷があればそれを直して、またサフェーサーとかそういうのを拭いて、はい、その上から塗装していくっていうのがまあ塗装工程ですよね。このオートボディプリンターの場合は基本的に塗装がされているところに拭くので、そこは何もね足付けとかしない、汚れ油分みたいなものを拭い取れば、もうそれで足付けが基本いらないっていう、じゃあ作業工程はおのずと楽になる、少し楽なところが多い、注文からその仕上がりまでっていうのは、トラックの場合は横両面柄を入れてほしいよっていうことだったらどのぐらいで仕上がるような？基本一面1日で考えてもらえば、はい、両面塗るなら2日間。2日間。大型の一面で何時間だっけ？塗り方にもよって変わってくるけど、だいたい4時間ぐらい。4時間。そうすると両面4時間っていうとやっぱ準備ができないから、やっぱ足掛け2日にどうしてもなっちゃうっていうことだよね。でも2日でそういうトラックが様変わりして、手元に戻ってくるっつったらめちゃめちゃ早い感じしますよね。エアブラシとね比較すればすごい差になるね。そうですよね。オールドマックス。料金のところを早速聞いていきたいんですけど、資料なしでいけます？資料なしで目安はいけるな。目安いけます。どんな段階があるか分かんないんで、ちょっとボスからこれはって感じで直人に。面積の大きい方が安上がりというか、まあ単価が大きくなる分単価が割ると安くなるんで、大きいのからいくと、大型は両面で50万円50万円ぐらい。はい。まあだいたいなんかどんな要素でその50万円が上がったりとかってするんですか？下地が悪ければちょっと別料金になっちゃうのかな。下地が悪い場合、まあ、一般的に普通の何も傷が大きくないとか、特別
昔の塗装が悪いとか、いうことがなければ、本当こう洗って脱脂して油分取って汚れ取って綺麗な下地が普通に出る分には、それ以上のものはない。じゃあなんか電話して見積もり取ったり進めてみたら全然この50万って言ってる価格じゃなくなるみたいなのはあんま考えなくても。そういうねプラスアルファみたいなものは、そんなない。じゃあ今のがプリント代、で例えば会社によってデータのないデザインをすりたい場合とかもあるのかなと思うんですけど、そのデータのデザイン料っていうんですか、そういうのはあるんですか？デザインは新規であればやっぱりいただかないと時間かかるんで、あれですけど、例えば大量に何台もお持ちの運送会社さんとか、そういったところなんかはある程度やっぱお付き合いの値引きみたいなもので、含めるものは含んでいくっていう頑張ります。デザイン料じゃあ新規の方でトラック一面になんかデザインしてほしいって言われれば、じゃあペイントマックスでデザインからやれるっていう。やれますね。それはデザイン料はいくらかは決まってますか1デザイン3万円、それじゃああんまり大きさじゃなく。そうですね、大きさはこれなんで、デザインはパソコンでデザインするから、どんな大きくても何でも一緒です。縮尺の違いだから関係ないですね。じゃあ続いて今大型のウイング車両面入れた場合でしたかね。次は比較になる4トンのウイングはちょっと資料みたいな資料みたいな。じゃあ資料お願いします。では中型4トンウイング2面で30万円。30万円。じゃあ20万円落ちましたね。これは単純に大きさの違いっていう感じなんですね。面積ですね。続いて4トンの下は2トン。小型2トンの大きさがねいろいろあるけど、あくまでも2トンの標準サイズで、17万円。17万円。まだ段階が何かありますか？あとはもう1平米1万円です、っていう計算で、あまりどんどん小さくなっていっちゃうと、セッティングとかねやって、どんどん小さくなっていってこれ100円っていうのはできないんでやっぱりこう基本ね、1メーター ×1 メーターが最低料金っていう感じかな。これはトラックの横だけなんですか？できるのは。後ろも大丈夫。他には車でいうとどんなパターンが？ハイエース K の箱版、うちの営業者もね一応派手派手に作りましたけどちょっと後で見てみましょうか。それはエブリィの箱版、実際やったものをいくつかご紹介していきましょうか。とりあえずこれですかね。これがプリンターでドアのサッシを塗ったんですけど、これじゃあサッシ部分アルミのとこはマスキングとかでもう本当にマスキングが1センチぐらいあればいいかというぐらいの、いわゆるミストが飛ばないんだよね。じゃあ普通なんか塗装とかで言ったらもう全隠しだよね。ガラスの方まで全部塞ぎそうですけど、そんな1本マスキング引けばもう十分なぐらい。はみ出ちゃいけないとこを隠すだけ、で剥がせばくっきりみたいな。すごいですね。これがじゃあ扉のパターンですね。サッシ。これは、看板を作ったって言えばいい。この辺は看板を、これじゃあ鉄板を買ってきて、サイズ切って、プリントビートローラー。ビートローラー。これはじゃあオールドマックスとかで使ってる機械を使いながらやって、で角を落としてでプリントした感じ。じゃあなんかガレージとかでオリジナルの看板作りたいとか、そういうこともできるっていうことですね。あとデコボコのとこにできるってね。上のこれですか？これ波板ですか？これ波板です。後半基本的にプリンターが凹凸にも強くて、すごいですね。それは普通にステッカーとかで貼ると結構面倒くさいような凹凸、ウイングの波板とかもプリンターなら一発で
かけちゃうよっていう。この波板でもギャップは1センチかそこらはそうだねありますよね。ラッピングでね、大体看板とかってはい印刷してそれを貼るはいっていうのが一般的なんだけど、ああいう波をやる場合ってはい縦をはいあのサイズで印刷かけて貼ってしまうと縮んじゃうんだよね縦がね。そうですね。だから計算してはい 1. 点何倍っていうふうにはい印刷する時はひょろ長く作ってあーそれで貼るっていうね、その計算をしないといけないっていうね、はいはいはいそれはないんだよね。このプリンターはもうそのまんま吹いていくかはいら。はいそうか、まあ正面から正直に吹けばそうなる。そう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 。まあ貼る手間もないっていうことと、はいそのまあラッピングとはちょっとこう金額面でも、うんいわゆる半額に近いぐらいの金額がへー実現できてるんですよね。ああいいですね。あとはあとあの辺のタンクですかね、ハーレーの。ああバイクのタンク、これ実際この機械でやったものってことですね。そうです、結構ここまで小さいデザインも問題なく吹けちゃうんで、このボディプリンターは当然ここ据え置きで設置されてるから持ってきてもらえる大きさのものでこうやって立てれるもの、まあそれはこちらでどうにか立てるとしてそういうものだったらじゃあさっき言ったものとかタンクとかその他にもご自身でこれできるんじゃないっていうものは大体やれるってことですね。例えばあれだね、家の中のもので言うとはい多分あるうちが多いんじゃないかなと思うんだけど、はい。あ、ブラインドですか？でね、まあこれなんかは典型的にラッピングで貼るって言ったらもう多分ねそうですね。相当大変だしまあ無理に近いで、はいあとこういう糸なんかもね紐なんかもついてたり、まあ穴が開いてないとこの羽がはい通せなかったりするんで、まあこういうのがまあうってつけですよね。そのまんま糸ごと塗っちゃえばいい糸ご話と塗っなんですね。て、でちなみに布もできるんだよねこれ。布もできます。だから T シャツも作ったも T んねシャツ。もできます、面白いよね。なんかそうですね発想次第で何でも。じゃあちょっとお外に行ってみましょうか。あ、さっき言ってためちゃ派手な営業者。営業者。これね私が頼んではい。直人にちょっとやってもらって、はいで出来上がってあまりにも派手だったからはい。これ誰が乗るのってこれはまあこれも実際にあの機械でやったんですね。そうですね。ちょっとね一つこだわりがあるんだよね。はい。このボディがメタリックシルバーのメタリックだから、ここの部分っていうのがまあ要は絵の中のボディ、はい。これをねメタリック調に見えるようにキャンディー塗装っぽくはい。シルバーの上に色を透かして入れてるから光が当たるとこれもメタリックに見えるんだよね。はい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 。この例はド派手にわざとやってるだけで別にうちに仕事頼むと全部こうなっちゃうわけじゃないんですよね。お任せでやるって言ったらこうなっちゃうかもしれない。じゃあこれで直人がちょっと企業営業なんかに行った時は実際こうやって擦れるんですよみたいにそうですね。まさに見せられるっていうことですね。乗れそ乗ります。乗ってます。もう悪さしたら一発うで。一発だよ。YouTube にも上げちゃってもうあそこにいたねみたいなね。じゃあ他の車両もまだありますか？はい。こちらは2トンですか？これは2トンだね。こんな感じでなかなか鮮やかにこう入ってますね。これもまあうちのねオールドマックスの方の電景写真をバックにはい文字とあとはロゴを置いてはい。簡単に本当にもうちゃちゃっとデザインを作って試しにちょっと吹いたんだよねこれをね。試しに試しにだから試しにこれができちゃうぐらい手軽なんで、手軽手軽。後ろ側も後ろはもうアメリカンにやっぱこのお店に頼むと派手になっちゃいそうなでお任せになるとこうなる。まあでもやっぱこうやって見れば見るほど塗装の工程じゃ
どうにもできないことがダイナミックにできますね。もう派手で言うならば、はい、お任せでやったばかりに、はい、大直さんって大直ガレージさんですか、はい、宣伝で使ってるキャンパー、はい、もうやらせてもらったんですけど、はい、お任せでやらせてもらったんでめちゃ派手です、はい、ここに出ますね。そうですねここに出しておきます。いいです。でももちろん地味にもできますよ。はいそれはそう地味にしろというならデザインの工程でじゃあそれはお好きなように戻ってみます、はい、ちょうど徳ちゃんが来ましたね。塗装やってる隣で。ちょうど作業に来てたっていう、何の塗装やってたんですか？オールドマックスの方のお客さんのバイクの塗装ですね。バイクの、はい。これ何の動画ですか？ペイントマックスの紹介で、これもそうなんですね。これそうで、あとここに白いラインが来て、あとハーレー・ダビッドソンのロゴも来るんですけど、これ今途中ですね、ちょうど先行でリアフェンダーの方をさっき塗っちゃって、そうなんですね、今乾燥してるんで。行ってもいいですか？はい。このでかいブースにこの大きさナイスだね。めっちゃいいですよね。いいね。これはエアブラシ。エアブラシ。まあやっぱこの細かいのはこうだよね、やっぱね。いいね。これちなみにオールドマックスの方じゃなくてこっちで塗ってるなんかメリットというか、こっちに来た方がいいことがあるんですか？何か。オールドマックスは第2工場の方にブース、塗装小屋があるんですけど、別に塗れないことはないんですけど、せっかくこの建物ができたんで揃ってるんで、こっちの方がいろいろ揃ってる。移動距離もほとんどないっていうことで、こっち来ちゃった方がこのものだったらじゃあいいんですね。でこうやってオールドマックスの方にもちょっと役立てているっていうめちゃめちゃ感じですね。ちょうど向こう戻ろうとしてたところとっ捕まえてありがとうございます。とんでもございません。ありがとうございましたじゃあ徳ちゃんもさっき出くわしてタンク塗ってましたけど、徳ちゃんがここでやってたんだよね。真ん中の 2レーンでいいですか？第2レーンで第3レーンに今はどんな仕事が？今塗装して磨きをしてますね。これワーゲンバスですかね。ワーゲンバスタイプ2。タイプ2、紹介する？はい、紹介でお願いします。スタッフですか？塗装の敏腕原坊です。原坊です。自ら来ましたね。打ち合わせではなかった原坊さん。塗装歴はちなみに長いね。そうですね、20年ぐらい塗装はやってきましたね。素晴らしい心強い存在ですね、お店としては。この頃っていうか、これは小さいけども、ちょっと前まではもう大型ばっかだったからもう痩せちゃって大変で痩せてないってことでいいですか？じゃあ今はちょっとちいちゃいバスということで、ここまでちなみにどんな大きい大物の仕事はどんなのやってたんですか？大物はそうですね、大型の参拝用のコンテナを何台かやらさせていただいて、下地すごい錆があるものを、錆を剥離してきれいにリフレッシュするっていうことを何台か今行ったところですかね。大変でしたか？やっぱり。そうですね、やっぱ下地の処理っていうのが結構、もともと僕乗用車をやってたので、大型の方にやり始めて、その辺の処理の大変さっていうのはあるんですけど、綺麗になったところを見ると、そのやったやりがいっていうのもねすごい見えて面積の分じゃ喜びも大きいっていうことでそうですね、やっぱインパクトは、乗用車とは比べ物にならないかなっていうところで。いや、ここにその作業の工程途中で見た時にこれだけでかいブースに所狭しとコンテナバケットが
デーンって入ってるのとか凄まじいでかさですよね、これいつ終わるのかなぐらいの面積ですもんねちなみにこれは今じゃあもう塗り終えて、そうですね、一通り、年下半分の塗装をさせてもらって、今磨きの途中でっていうところですかね。原坊さんはあっちのデジタルペイントを直人がさっきいろいろ説明してましたけど、こうちょっと分担してるような感じなんですか、作業自体は。そうです、大きいプリントが入った時は一緒にサポートで入りながら、メインはこっちの塗装をメインでやってる感じ。逆に直人がこっちサポート入ったり、そうですね、手伝えることは手伝ったり、ちなみに施設的にはこれはこの壁はこれはフィルターだね。フィルター、要は塗装して、塗装したミストを吸い上げて、上空にここでフィルターを返して上空にきれいな空気としてポーンと上げていく。で、上の風に乗っけて匂いは消えるという。で倉庫的なとこですか、これは。そうですね、朝食と塗料が。そんなにこれをどれだけ見たい人がいるかは分からないですけど、一応ガンも用途に応じてちょっとだけ分けて、またこれからどんどん増えていくのかなっていうふうには思うんですけど、これちょっとこの奥がこんななってるんですね。そうですね、塗料の攪拌機があって、一応自動で回せれるような形、普通の塗装屋さんならみんな持ってるかなと思うんですけど、面白いですね。これで毎朝攪拌させてっていう感じですね。ありがとうございます。これでもなんか YouTube ってこういう職業の裏側みたいなのも見れていいですよね。この回る機会見たことない人きっといっぱいいます。直人がこっちにいるってことはなんか映りたいみたいで映りたくちゃうね、こっちへ。なんか合図しに来たみたいな。じゃあラボさんありがとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっと実際に試し刷りをしてもらってちょっとしたものを取ってみたいと思いますね。これ直人何のためにこの左まで一回一回戻ってきてるんですか？プリントに使ってるノズル、ノズルをここから洗浄液が出てきて、このスポンジで一回一回きれいにしてる。じゃあ洗いに、そうです、洗われにここまで何回も来てるんですね。この大きさで約20分ぐらい。20分ぐらい。今これ擦ってるの寸法はどのぐらいの？横が880の、縦が650。もうじき終わりそうな感じですね。そうですね。あっという間に2分弱。やっぱ早いですよね。これ途中でこのヒーターをつけてましたけど、今冬に撮影しててこの中もちょっと寒いですけど、やっぱちょっと温めながらの方がいいんですか？そうですね。気温だったり、湿度が高すぎたりすると、塗料が乾ききらずに垂れてきちゃうことがあるので、温めながら塗るのが季節問わず最善なのかなと。ボスのそれは何ですか？これ
表面温度を測って、温度計なんですね。あそこで31度2度、そのぐらいならいい。そうですね、30超えてればまあ。これを主に車だったりとか、いろんなさっき言ったブラインドとかこんな工程をするっていうことですね。そうですね。じゃあ施設全体のだいたい紹介を終えましたんで、塗装とこのオートボディプリンター、両方あるっていうのはあんまりないことなんですかね。そうだね、それはうちの強みで、やっぱ塗装をして、例えば次に持ってくで、例えば、これはねトラックのディーラーの方に聞いたんですけど、新車で色をボディを塗って、それをまた改装で看板屋さんに入れてとかいうのをやってるのがやっぱなかなか大変らしいと。うちですと両方ね、できてるんでいっぺんに両方ができると。インスタグラムもやってるんで、そちらもチェックしてもらって、フォローしてもらって、ホームページもやってるんで、そっちからならメールアドレスとかも載ってて、メールでの問い合わせも受け付けてますんで、あともちろん電話も受け付けてるんでお願いします。お願いします。ぜひご用命ください。決め台詞知らないの？オールドマンクスでしょ。違うよ、その1個前。何？この動画がみたいな。全部使われてるよここ。いい？この動画が面白いと思った人はいいねとチャンネル登録とコメントお願いします。はい、よろしくお願いします。せーの。オールドマックス&ペイントマックス。